外国からお金を取り返すってやらないとどんどんひもじくなるんですよ。で最近外国人が日本に来て日本の女性が性的な搾取をされる中国人に買われたり、今日のタイトルは分かるために分けるっていうのにしたんですけど、物事を理解するときに細かく分類をちゃんとした方が物事が理解しやすくなることって多いんですよね。会社を辞めさせられた無能な人がいっぱいいると治安が悪くなるよねみたいな話があって、昭和の時代って専業主婦が6割ぐらいで4割の専業じゃない主婦の人も実は自営業とかあったりするのね。家が八百屋だから夫婦で働いてますみたいなっていうのがあって、専業主婦率異常に高かったんですよ。会社を辞めましたって言っても専業主婦になるっていう道もあるし、じゃあ会社辞めたとしても独立して何かやればいいしっていうのがあるんですけど、会社を辞めることイコールそこで無職が出て治安が悪くなるではないんですよ。専業主婦がなんで治安が悪くならないかっていうと、旦那が稼いでるからだよみたいなのあるんですけど、会社を辞めたとしても稼げてる人と結婚してれば何の問題もないわけじゃないですか。会社を辞めることが問題じゃなくてお金がないことが問題なのかもしれない。でそれだったらじゃあベーシックインカムとか生活保護とか失業保険とか、もしくは去年の4月ぐらいにやった日本全国国民に10万円あげますみたいなので、じゃあお金配っちゃえば治安悪くならないじゃんみたいなので、本来の原因が何なのっていうので、会社を辞めるのではなくお金がないことが問題であるであればお金をあげるっていう形だったり、お金配るだったりとか、お金持ってる人と結婚するとかで解決するねと。居場所がないのが問題であるっていうパターンだと、専業主婦の人ってお金がないんですけど家族がいて育ててたりとか子供がいて育ててたりっていう人とのつながりがあることで犯罪とか悪いことしませんよというのであれば、人とのつながりって作ればいいよね。会社辞めた人だったら地域のボランティア団体に入ってもらうとか、中学校とか高校とかの部活のアドバイザーみたいなのやってもらうみたいな形で地域の人間関係を作るみたいなのをやればいいので、何かを変えた時にデメリットがありますよ。でもそのデメリット会社を辞めたことなの、それともお金なの、人間関係なのって一個一個を分解すると、実はその問題って解決したりすることがあるんですよね。何かこれを変えなきゃいけないよね、でもこれってこういうことが起こるから良くないよねっていう時に、良くないよねはなぜ起こるのかってきちんと要素で分けた方がいいと思うんですよ。会社にいない人がみんな犯罪者になるわけじゃないじゃないですか。専業主婦っていうのも会社にいないけど別に問題ないし、おじいちゃんおばあちゃんとか専業主婦でも何でもないし、子供育ててない人でも悪さしないじゃないですか。全然働いてないです、でもお金あります、家でゴロゴロしてますって引きこもりの人ってそもそも犯罪のしようがないんですよね。子供やおじさんと子供やおばさんってずっと家にいるので他人に悪さをすることすらできたんですよ。コミュニケーション能力もないからコンビニ強盗できるかっていうとそんな度胸もないし、大きい声も出せないから何か悪さしようとしても追い返されちゃうとかあるんですよね。前にコンビニ強盗をしようとした人に対して50歳のコンビニ店員が金を出せって言われて、僕アルバイトっつって逆ギレして怒鳴り返したんですよね。コンビニ店員のおじさん的にはコンビニ店員なのに包丁差し出されて金出せって言われても、俺に金なんかあるわけねえだろ、俺アルバイトだぞっていうのをむしろ怒りを込めて僕アルバイトって叫んだんだと思うんですけど、金を出せって包丁出して僕アルバイトって言われたらやっぱ怖いじゃないですか。でビビって帰ったらしいんですけど、強盗はコンビニを襲うっていうのでも能力者の人ってできなかったりするんですよね。犯罪をするってどういう理由で犯罪をするのか、こうやったらその人犯罪しなくて済むんじゃないみたいなのをちゃんと考慮してって社会システムを作った方がいいと思うんですよね。ちょっと前の話に戻るんですけど、会社で無能を抱えなきゃいけないっていうのが僕は良くないなと思うのは、無能の人っていうのの居場所を作るのは社会保障で政府だったりがやるべきことなので、会社にそれを負わせるべきじゃないよねっていうのがあるので、それをやらないと日本って結局外貨が稼げなくなっちゃうんですよね。アメリカとかみたいに石油湧いてきますっていう国ならいいんですけど、今スパチャしてる人っていっぱいいますけど、でこの人の払ってる額の 30% から 50% ってアメリカに行くんですよ。スマホとかで課金した場合ってアップルに 30% 取られて、でその後 YouTube にお金取られて、でその後僕に入るみたいな構造になってるんですけど、日本人が僕に向けてお金を払ってると思うんですけど、実際問題5割はアメリカに取られるみたいな感じで、スマホでアップルのスマホを使おうが Android のスマホを使おうが 30% 以上は大体取られるわけですよ。アプリで何か買ったりすると。日本人が普通に生活で使ってるお金はずっとアメリカとか外国に流れる構造になってるので、外国からお金を取り返すってやらないとどんどんひもじくなるんですよ。アメリカにじゃあ1億円払いました。どういうことかっていうと、アメリカの人が1億円分日本のものを持っていける権利なんですよ。アメリカ人の人に1億円渡しました。じゃあ1億円でアメリカ人が何するかって、1億円分のものを日本から持っていくわけじゃないですか。物かもしれないし、サービスかもしれないし、誰かの家かもしれない。外貨が外国に行くっていうことは、行った額の分だけ日本の何かが取られるっていうことなんですよ。で、日本って石油とか石炭とかを外国から買わないと今の生活が維持できない国なんですよ。石油石炭っていうので外国にどんどんお金を払い続けてるわけで、お金を払ってるってことはその分日本の何かが持ってかれるんですよ。昔外国に行って東南アジアに
におじさんとかがいて若い女の子に性的な搾取をするみたいになったんですけど、最近だと外国人の人が日本に来て日本の女性が性的な搾取をされるみたいな状況になってるんですよね。中国人の人に買われたりみたいな。お金がない国の場合って尊厳を売るみたいなことをやって外貨を稼いでたりもするわけですよっていうのがずっとあるので、何か外貨を稼げるような技術だったり商品っていうのを日本はちゃんと作らないと、物だったりサービスだったり尊厳だったりいろんなものがどんどん買われて取られてしまいますよって話なんですよね。優秀な人にじゃあ研究開発だったりすげえ金稼げるような構造にしなきゃいけないのに、なぜか無能に金をずっと払い続けるっていうのを会社がやるべきだみたいな人がいるので、会社が利益が上がらないので研究開発ができないよっていうので、どんどんひもじい国になっていくので、日本が貧乏になって税金が高くなって外国に行く人が増えるよみたいな話がちょっと前からあったんですけど、でも実際問題みんな外国行かないよねっていうのがあるんですよね。 YouTuber 中田さんがシンガポールに行ったりとか、あと ABEX 松浦さんもシンガポール行ったりとか、あとひろゆきっていう人がフランスに行ったりとか、ちょこちょこありますけど、で一般の人ってまだ日本に結構いるんですよ。でそれがなんでかっていうと、優秀な人って日本の中だとぬるま湯なんで結構楽にいいポジション取れるんですよ。日本で優秀な人が外国に行ったら外国の優秀な人と戦わなきゃいけないので結構大変なんですよ。だったら日本でぬるま湯のままでのがいいよねと。ただし日本が没落していくのは肌感覚で分かってるので、自分の子供には投資してたりするんですよね。僕の知り合いでお金持ってる人って子供英語の塾入れてますとか、インターナショナルスクールに入れてますとか、子供留学させてますとか言うんですよね。ドワンゴの社長の夏野さんとかもお子さんが留学して今度スイス行くんだよとかだったりとか、某有名な企業の創業者の人とかも子供がインターナショナルスクールだったりとかっていうので、子供が英語喋れるようにするのが当たり前だよみたいなのがあって、自分たちは日本でぬるま湯で金稼ぐんだけど子供の世代になるとちょっときついだろうから、英語で暮らしたい、アメリカに行きたいんだったら行けるような準備をするっていう形で、海外に今の日本人は行ってないけどいつでも握られる準備を優秀な人ほど始めてるっていう状況に近い気がするんですよね。芸能人も子供インターナショナルスクール入れてる人多いですよね。日本の芸能人って海外行って稼げる人ほとんどいないので、ぬるま湯の日本でお金を稼いで、子供は日本じゃなくても暮らせるようにちゃんと投資をする。日本人の優秀な人がどんどん抜けてるわけじゃないので、全体として日本から出てってる人が多いようには見えないんですけど、英語の学校だったりオンラインの英会話スクールでそれにバカすか金払っちゃってる人がいっぱいいるっていう状況だったりするんですよね。っていうのがあるので、実は海外に行く準備って次の世代が日本から逃げる準備を今着々としているっていう状態だと思うんですよ。日本の状態がいいんだったら海外に行かないと思うんですけど、もしやべえなって思ったらすぐにも行けるようにしようねっていう状況だと思うので、そういう意味でいくと日本の企業がちゃんと利益率を高めて研究開発をして日本の商品が海外できちんと売れるっていう構造にしなきゃいけない。真面目に頑張ろうとしている人の足を引っ張らない、理解してもらえるか分かんないんですけど、 IT 系の人たちの中で IT 大臣の平井さんが NEC 干すぞって身内に言ったっていう録音が流れて謝ったんですよね。オリンピック用のアプリを NEC が78億円で受けて、38億円減額してその後払いたくねえっていう話をうちうちでしたって話なんですけど、僕あれ平井さん正しいと思ってるんですよ。厚生労働省がココアっていうコロナ接触管理アプリって4ヶ月間全然使えてませんでしたっていうのに対しても、ハーシスっていうシステムとココアセットでパーセルテクノロジーみたいな会社に3億とかで払ってて、で動いてもないのに3億払ってるんですよね。それって文句言わないからもう完全に食い物にされてるんですよね。政府がなんかやったらじゃあ食い物にするぜっていう電通とかパソナとかがどんどん寄ってきて、大したもん作ってないのにガンガン金取ってって、それを国が税金として国民がそれを払うことになると。優秀な人が作った優秀な仕組みに高い金払うの僕全然いいと思うんですよ。大して優秀でもないけど政治家とコネがあるとか官僚と仲がいいから金取れますっていうんだと、そこに何の技術も増えないので一生懸命頑張った人が評価されない世界になっちゃうんですよ。ダメなものだったり必要ないものだったらガンガン切るぜっていうのでぶつかる人がいないとお金どんどん出てく一方なんですよね。で平井大臣が直接 NEC に対して干すぞこらって言ったらこれまずいんですよ。でも自分たちのスタッフに対して干す勢いで動けっていうのは僕はありだと思うんですよ。要は社内の中で自分たちの方針はこうなんだから、クライアントに対して取引先に関しては厳しい態度で臨め、だから気分としては干す気分でいけとか、干すっつっても表向きお前ら干すぞとは言えないじゃないですか。法に引っかかるんで。なんで言えないけど、それぐらいきつい態度で言ってちゃんとベンダーの食い物にされないようにするっていうなると、多分デジタル庁失敗するんですよ。今年の9月にデジタル庁が立ち上がる予定なんですけど、システムって一回最初の仕組みを間違って作るとあととんでもないことになるんですよ。みずほ銀行って未だに止まってるじゃないですか。みずほ銀行合併したのいつだか覚えてますもう20年以上前だと思うんですけど、で未だにシステムちゃんと動いてないんですよ。っていうのが20年間
ずっと引っ張り続けてるんですよ。で無駄なお金ずっと払い続けてるんですよ。めちゃめちゃ賢い仕組みをちゃんと作ってればそこまでトラブル起きないんですよ。デジタル庁とかがベンダーに言われるがまで金バンバン払って運用とかこっちでお金取りますとかシステムはこっちですとかで回収するんだったらこのベンダーにこれぐらいお金払わないと動きませんみたいのを最初に作っちゃうと、日本の場合って20年30年ずっと失敗しっぱなしになると思うんですよね。っていうのがあるので最初のスタートは超重要なので、その姿勢を見せるっていう意味では僕は平井大臣はちゃんとやってるなと思ったので評価は上がったんですけど、世間的にはすげえマイナス評価になってます。平井大臣、平井大臣って自腹じゃないじゃないですか。だからデジタル庁とかオリンピックアプリを食い物にされても別に彼困るわけじゃないんですよ。でもそこでトラブルになるような発言をするって本当に国を良くしようと思ってやったことだと思うんですよね。自分の私腹を増やすために誰かを脅したって話ではないので、ちゃんと国のためを思ってやった人っていうのを評価するっていう仕組みにした方がいいんじゃないかなと思ったので、私利私欲ではなく国のために損をするっていう選んだ人がいるんだったらその人はちゃんと評価するっていう仕組みにした方がいいんじゃないかなというのが国民ができることかなと思いました。